はい。こんにちは。柴崎ですよ。はい。お元気ですか？そう。よかったね。柴崎もおかげさまで、今日もね、元気に絵を描いてます。さて、今回のテーマはですけどね、こちらです。はい。ね。鉛筆ですね。はい。今日はね、鉛筆家なんですけども、あなたに、特にね、待っててくれてる、ミリタリーファンの方にお届けしたいなと思ってます。何を書くかね、見ながら楽しんでくださいね。さあ、それじゃあね、書いてみましょうね。今日使うのは、この4ビューの鉛筆ですよ。まずね、こう軽く、ね、鉛筆で調子をつけていきます。今日できるだけね、鉛筆のタッチを残して書いてみたいと思います。はい。では、この柔らかな紙でね、少し、こうね、調子を安定させましょうね。でも、鉛筆の線はしっかり残しておきますよ。さあ、どんどん塗り進めます。何が始まるかな？さあ、想像してね。ほら、柴崎なんか始めましたよ。ね？どうなると思う？ちょっと見ててね。はい。こう、こすって、ね。そして、ほら。またこっちをこうやります。これはね、鉛筆の線をね、残しながら、でも形をしっかり作りたいときに、柴崎はよくやる方法です。ほらね。これ結構いいでしょ？はい。さあ、暗いとこ思い切ってやってます。形が見えてきますから面白いね。どうだろう。何を書いてるか分かった？ミリタリーファンのあなたには、うっすらと想像ついてきたかな？ね。もうこれもいくと分かった人。5人ぐらいいるかな。はい。こうですよ。そう。ね。ミリタリーの船ですね。というのは軍艦です。はい。さあ、少し細部を書いていきますよ。ここですね。これあたりはもうじっくり描いていきましょう。ね。はい。船ね、こういうのついてますね。さて、ミリタリーの船だから軍艦となると、今日描くね、この軍艦は、日本海海戦ですね。明治38年5月27日に、対馬海峡で起きた、艦隊同士のね、史上稀なる大決戦。その期間となった、戦艦三笠を書いてます。ね。戦艦三笠も舳先の方はこうなってたんですね。ほら。これ今煙突のあたりですね。どうでしょう。戦艦三笠。今横須賀に保存されてますね。行ってみたことあるかな？はい。さあ、だんだん具体的になってきましたよ。今こうね、舳先がかき分けて進むこの波頭を書いてますよ。戦艦三笠はね、船の大きさが1万5000トンですね。速力は当時稀なる速さでね、18ノット。イギリスのビッカーズ社で作られた最新鋭の軍艦だったんですね。さあ、今大きなこうね、水柱立ってます。並行して走るね、ロジェンスビンスキー提督座上のね、バラチック艦隊が大きな弾を放ったところですし、今、もくもくと煙もかいてます。そして、こ
ここのとこですね。ぐっと黒い煙描いてますよ。これは、この戦艦ミカサがね、積んでいたアームストロング砲ですね。はい。40口径12インチの4門の砲が一斉に今火を吹いたところです。ね。このもくもくって煙でね。そして、この煙突から吹き出すね、この黒煙。この少し煙の塊の立体感ね、今描いてます。はい。当時、ミカサは、イギリスのね、ムーエンタウンを積んで走っていたということですけど、それでもね、18ノットの高速出してますから、このくらいもくもくと煙出たんじゃないかな、と柴崎想像で塗ってますよ。ね、煙の立体感。そして、マストですね。さあ、12インチ砲が今火を吹いてます。ですね。この煙のここも大きくね、塊として描いてきます。すごいね。この連合艦隊に座乗するのは、有名な東郷平八郎提督ですね。はい。さあ、対馬沖で、ね、想起した、この艦隊決戦ね。少し今度は舳先の方、書いてます。このようにちょっと荒っぽい、エビのタッチを残すと、戦艦のね、この、船のね、この鋼鉄でできた質感とか表現できますね。で、今、波ですね。この時の波は、当時発令された伝聞に残っています。有名な、広告の荒廃、この一線にあり、その後の方に続く、本日は天気清涼なりど波高しということですので、この時の対馬海峡ね、だいぶ海が荒れていたそうです。そこで柴崎もこうやってね、荒波を描いてますし、そしてこの連合艦隊ですね、ミカサの後に後続して続く、今、戦艦朝日を描いてますよ。さあ、どうかな？ミリタリーファンのあなたは、喜んでもらってる？こうやってね、また波ね、書き込んで。さて、ここで、色鉛筆の登場です。ここですよ。ね。これはもう、あなたでよく知ってるね。そう。日本の軍艦といえば、船の舳先についている、これですよね。はい。金色に光ってるんですから。はい。そう。菊の御紋章ですね。はい。ではそれをちょっとね、丁寧に書きましょう。菊の御紋章だから、まず中心にこのね、芯があって、そして花弁ですね。はい。これは二重になってるんですね。この舳先の形態化に合わせて、菊の御紋章も書き込んでいきます。どうですか？ねえ、軍艦らしくなってきたかな？はい。さあ。そしてこの菊の御紋章を書き込んで、きっとね、当時本当に大決戦ですからね。ここに座乗していた人たちのね、決意のほども伺えるということですね。では、その色鉛筆で、このね、大砲の砲煙ですね。それを書いてます。アームストロング砲ですね。40口径12インチ砲です。はい。さあ、波も書き込んで、だいぶ速力出てきましたよ。ねえ、当時有名な定時戦法ですね。ミリタリーファンのあなたは何でもご存知だと思います。さあ、だいぶ仕上がってきました。どうかな？そしてちょっとね、波しぶきですね。消しゴムで書いてます。はい。もう高速出してるんですからね。
だいぶ出来上がってきたようです。もう、決戦機の Z 機は煙に隠れて見えないという状況になっています。はい。さあ、今日は、日本の、あるいは世界の平和を願いつつ、ね、歴史的な出来事、戦艦三笠を書きました。はい。書き上がりましたよ。ね。はい。ね。戦艦三笠ですね。もう、100年以上前のね、歴史的な出来事ですね。はい。演出家としてね、また歴史画として、楽しんでいただけたら、正直もとっても嬉しいです。さあ、ということで、今回もね、長い時間最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回ね、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。はい。またすぐにお会いしましょうね。はい。どうもありがとう。